今回は中国湖南省にある芙蓉鎮という町へ行きます。芙蓉鎮は張家界市から非常に近く、古来の歴史的な町並みが残る美しい町として有名です。中国少数民族のツチャ族やミャオ族が支配している部族エリアで、人口は数万人程度と中国ではかなり小さな町の一つです。日本人の皆様がほぼ知らない中国の少数民族の生活を体感できる数少ない観光地の一つなので、実際にどのような感じなのか見てきます。おはようございます。本日は2025年2月の7日、今私は湖南省張家界市におります。前回の動画の最後にお話ししましたが、今ね張家界市に滞在してるんですが、これから電車で20分ぐらい離れたね芙蓉鎮というね、とある観光スポットに行くんですよ。湖南省でもかなりそこ有名な場所なんですけども、そちらでね、近いんでここから移動して1泊だけ滞在してみようかなと思いますので、その様子を今回ですねお届けしようと思います。で、今ホテルにいるんですけど、チェックアウトして、歩いて張家界駅の方に、行きたいと思います。到着した時はね張家界西駅だったんですけども、張家界駅から今日は電車に乗って移動します。ということでホテルをチェックアウトしました。歩いて、張家界駅に向かいます。今から向かう芙蓉鎮という場所もかなり人気の観光スポットで、この張家界エリアに来たらですね、訪れる人も多い場所と、なっております。ただちょっと離れてはいるんで、日帰りで行く人もいるのかな。で、今回は私はちょっと1泊しようということで、行きます。ちょうど目の前に見えてきてますけど、あれが張家界駅ですね。ホテルから歩いて10分15分ぐらいの場所にあります。めちゃくちゃいい立地の場所ですね。昨日歩いてみて分かったんですけど、この張家界駅の周りとか、ホテルもたくさんあって飲食店もあるんですけど、マッサージのお店がね結構多いんですよね。なんで時間通しするときにマッサージいいんじゃないかな。値段はタイとかよりかはちょっと高いですけどね。昨日70分で3000円ぐらいでしたんで、でも結構クオリティ高くて良かったです。もちろん駅の中にもお店は多少あると思うけど、ちょっと歩くとなんかコーヒー屋さんとかね、お店はそこそこあるんでいい感じですね。人はちょっとこの辺全然いないんですけど、張家界駅めっちゃ広いわ。誰もほぼ人いないけど、張家界西駅の方がなんか綺麗でもっとでかかったですね。あっちは多分高速鉄道メインの駅なんですけど、こっちは違いますかね。やばい重大なミスをしました。張家界駅から出る列車かと思ったら、俺予約してたのは張家界西駅だ。急いで行かないといけない。あと1時間ちょっとしかないですけど、やばいな。ボンミスやばいよかった直前で気づいて。やばいです、ボンミスですね。よかった直前で気づいて、今タクシーで急いで移動してます。なんでこんなミスしたんだろう。よく見たらね、行き先てか出発地が張家界でって書いてあったから勘違いしたんだな。でも出発駅は張家界西駅でした。やばい。いやー危なかった。途中で気づいたんでね、マジで焦りましたけど、タクシーのドライバーの方が急いで行ってくれたんで、全然まだ余裕あります。あと40分ぐらいはね電車まで時間あるんでよかった普段あんまこういうミスしないんですけどね。やばかったわあれもうギリギリまでなんかグダグダして気づいたら、本当に乗れなかったかもしれない。ということで張家界西駅ですね、到着した駅に戻ってきました。ここから芙蓉鎮まで移動します。それでは駅に入りました。マックもケンタッキーもあるね。てか張家界マックケンタッキー率高いな。どこ行ってもある。とりあえず電車に乗る時間は20分ぐらいなんで、1駅ぐらいなんじゃないかな。あっという間に着くと思います。待合がもうマックの匂いだ。座るとこがないぐらい人がいっぱいいますね。みんな芙蓉鎮に行くんじゃないかな。違うかな。とりあえず列車まで座って待ちたいと思います。
まあ中国の駅ね、散々いろんなとこ行きましたけど、どこも広くてすごいですよね。まあ、トイレとかも普通にあるし、コンビニもあるんで、こういう風にお茶とか買えるし、今日は駅を間違えるというね大チョンボをしたんで、ちょっとドキドキになりましたけど、終わったかなと思いましたけどねまあ大丈夫でした。はい。ということで改札くぐりました。すごい人だな。もう春節終わってるんですけどね、まだまだ続いてるんでしょうか。それか普通に不用賃に行く人が多いのか。こんだけいるんだね。不用賃の駅に着いたら、すぐにですねホテルに行けます。で今回押さえてるホテルがめちゃくちゃいい場所にあるちょっと面白いホテルを取ってあるんで、そこで1泊滞在します。ちょうど今列車が入線しました。自分は1等8号車なんで一番前だ。逆方向だ。まあ1駅しか乗らないんでね、どの席でも良かったんですけど、一応1等にしました。そんな値段変わんなかったです。1500円ぐらいですね。遠かった。ここですね。こちらの上等な席でした。20分しか乗らないけど。ということで32分発ですが、1分早く出発しました。はい、すげえいい席だな。超快適。ということでわずか20分ぐらいで到着しました。降ります。ちなみに今から行って泊まる場所はここです。これが不用賃の絶景の場所ですね。予約したホテルの方がなんか専用の車、20元有料らしいんですけども、用意してくれてるみたいなんですけど、どこだろう。なんか場所は一応送ってくれましたけど WeChat で。あと不用賃エリアに入るのにもお金がかかります。何でしたっけ、張家界の森林公園みたいな感じで、エリアに入るだけでももうお金がかかるみたいな場所ですね。これが高速鉄道の不用賃駅です。ここしかないんじゃないかな。他にあるのかな、在来線の駅は。ヒュンダイのこの車ですね。これホテルの車だ。ということで宿の方がお迎えに来てくれました。楽ですね。ということで今パスポートチェックとチケットの入場券ですね。ホテルの人が全部やってくれてます。それで今不用賃のもう専用エリアっていうか、もう入りました。パスポートチェックを受けて、で入場料も払いました。はい。でこの旧市街になってるところ、奥までずっと続いてるんですけど、その先に宿があるので、もうスタッフさんはちょっと一回先にもう戻ってますけど、今動画を撮るために戻ってきてました。はい、こんな感じ。すごい味わい深いですよ。この辺がもうトゥチャ族の少数民族の人たちのもう世界ですよ。置いてあるものがね、全然やっぱ漢民族の雰囲気と違います。こういう伝統的衣装もね着てる人いるし、もうほんと中国ってもう中国じゃないよね。地域が変わると、皆さん知ってると思いますけど、それについていろいろね語ると話が長くなるんで、ちょっと控えますけど、この辺すげえわ。この先に宿があるってすごいよね。作りがもうなんかちょっと中国の違うもんな。
すごい街並みのこのど真ん中に、ここが今日泊まるホテルです。それではチェックイン終わりました。こちらのなんて読むんだろう、ここの部屋みたいですね。それでは部屋に入りました。すごいいい感じですね。ほほほで、なんといってもこれなんですよ。このウォーターフロントが見える部屋、ここのバルコニーをね、大事というか今回こだわりました。もちろんタバコも吸えます。すごくないですかこれ。夜もっと綺麗だと思いますけど、メインのね景色のとこあっちなんですけど、その前ではないんですが手前になっちゃうんだけど、お店もいっぱいありますし、かなり立地はいいですね。すげえ。急遽部屋が変わったんですよね。自分が予約してた部屋を前日に泊まってる人が延泊したいってことで部屋を変えてほしいって言われて、自分は広い部屋になりました。はい、ホテルの人がすごいご厚意でしてくれました。はい、でこっちがシャワーとトイレですね。全然綺麗です。はい、で洗面台がこちらにあります。はい、アメニティも全部ありますし、素晴らしいです。綺麗ですね。かなり清潔感あります。これすごくないですか。めちゃくちゃいい。ここのバルコニー、これ最高ですよ本当に。ここでずっとこんな景色見ながらダラダラしたいですよ。いやー、不要賃すごいね。来る価値めっちゃあると思う。意外と多分知らない人多いですよね。ここでお茶とかコーヒー飲みながらタバコ吸ってダラダラね、すごく過ごすの最高じゃないですか。いやめっちゃ癒される。よくこういう川沿いの観光地にあるような、この川側にいっぱいホテルとかお店があって、でカフェとかあるんですよ。景色見ながらコーヒー飲んだりお茶飲んだり、そういうところが密集してるエリアです。で後からいろいろもっと見に行きますけど、でそこの、一角のホテルを今回抑えて、でここ自体がもう入場料がいるエリアですから、そこに泊まるっていうね、なかなか、珍しいことをやってるんですけども、いやでもホテルの方も非常に親切で、今回ね迎えに来てくれた方が女性のスタッフの方なんですけども、英語ペラペラ、だからそれも珍しいと思いますよ。中国の田舎で、ね、英語ペラペラで外国人に対応できるこういう外資系のホテルじゃなくてローカルのホテルの人で、すごい丁寧な人でした。いい人でした。結構やっぱね、中国行ってみるとね、こう皆さんがメディアで見てる情報に比べると、1対1でのやり取りに関してはかなりしっかりしてて、いい人多いと僕は思います。ただこの国と国同士だってね、いろいろあるとは思うんですけども、そこを結構ね実際に行ってみた人にはこうよくわかるんですけども、行かない人でもう決めつけてる人だとちょっと理解がないかなとは、私そういうふうに思われてると思うんですけども、私はもちろん日本のことが一番好きで日本人ですし、愛国心持ってますけど、こう旅行行ってみるといろいろね見える世界ってのは広がりますよね。マジ最高っすねこれしかもまだお昼の12時半ぐらいですから、こんな早い時間に、ね、部屋を用意して迎えにまで来てくれて、すごいありがたいですね。でおすすめのレストランとかも多分知り合いがやってるんでしょうけど、教えてもらったんで、そこいいよっていう風に言われたんで食べに行こうかなとは思ってますけど、レビューを見るとね、ここのオーナーの人が紹介してくれてるレストランがすごいいいって高評価ばっかだったんで、多分美味しいんでしょうね。ここのねお店がさっきホテルの人が美味しいよって言って教えてくれたお店ですね。ちょっと後また来てみましょう。食べ物には困らなさそうですね。何でもある。でこの先がメインのねウォーターフロントのとこで、 5A じゃなくて 4A だね。5A のところが一番こう中国の中で、管理がすごいされててね、重要文化財みたいな感じなんですけど、ここは 4A でした。はい、でこの先がメインの場所です。映画の撮影とかでね有名になった場所みたいなんですけど、それ私はよく知らないんですよね。で特に夜が綺麗なんで、夜また来てみたいと思います。不要賃っていう映画があると思います。皆さん検索してみてください。私はまだ見てないです。普通見てね勉強してからこういった話なんですが、ここすごいね。
あ、これだ。ちょっとお腹空いたんで、もう早速ホテルの人がおすすめしてたレストラン、お店で食べましょうか。昼飯食べてちょっと部屋で休憩してからカフェ行ったり、ちょっと奥の方行ってみましょうか。マッサージあったら行きたいな。このお店なんて読むかわかんないけど、入ってみましょうか。ということで、お店はこんな感じで超綺麗、景色も抜群ですね。最高じゃないですか。すごい、なんかもう完全にトゥチャ族の食事だとは思いますけど、これよく見ますね。じゃがいもの千切りのやつ美味しいですよね。明らかにでも人は少ないですね。多分もう春節のあれ過ぎたからだと思いますよ。今回調査甲州張家界ときましたけど、結構観光地はね、どこ行ってもお店もいっぱいだったんですけど、今この平日昼間っていうのもあると思うし、夜もっと混むかもしれませんけど、いいですね、静かで。今回の中国、弾丸旅の中で一番ゆっくりなんか落ち着く感じです。なんか桜なのか梅なのか分かんないですけど、若干ちょっと日本っぽいんですけど、でもトゥチャ族のレストランで間違いないですね。で今注文ちょっとメニュー持ってっちゃったんですけど、トゥチャ族の豚の角煮とご飯とスープを頼みました。であとドリンクでコーラ、全部で100元ぐらい、2000円ぐらいかな。観光地価格っていうのもあると思いますけど、他のところに比べたら安いみたいなこと言ってましたけど、どうなのか。美味しいらしいです。ここは張家界で食べたお店でも出てきましたけど、こっちのトゥチャ族のお茶がけました。これうまいっすよ。はい、あったかいお茶、これ無料です。あとなんかこたつみたいになってるのも最高ですね。これなんかめっちゃ不要地に好きになりましたなんか久しぶりになんかニヤニヤしちゃうないや、今回どこ行っても楽しかったんですけど、一番いいかもしれない。これ中国あるあるですけど、この梱包されてるやつね、こっちの方が、清潔感がありますけど、すごいなんか緑茶みたいな色してますね。なんか香ばしい、美味しいです。すっきりしてる。コーラ頼まなくてよかったな。大体やっぱ言われますから、そのビール飲むのかみたいなで、飲めないって、ドリンク頼まないのって言われるから、しぶしぶコーラと言ったらあれなんですけど、お店の人たちのね、大事な売り上げじゃないですか、ドリンクって。コーラ5元でしたけど100円ぐらいなんですけど、なんで飲み切らなくても一応自分は頼むように、なんか礼儀みたいな感じで頼むようにはしてます。で本当だったらビールとかお酒飲んでほしいはずなんで、お店の人はね、すいませんお酒飲めないんでということで食事が運ばれてきましたけど、頼んだ卵スープ、ラーメン丼大盛りぐらいあります。3人分ぐらいありますね。あと肉もすごい量があります。はい、でライスはこのこの量ですよ。張家界でもそうでしたけど、はい、いただきます。これがトゥチャ族スタイルなんですよね、きっとご飯が。すごいな。なんか若干麦飯っぽい感じするけど、でもあれだ、スープどうやって飲むんだろう。ここにライス入れちゃったな。いいや。すごいニンニクがいっぱいですけど、ちょっと八角の匂いするな。いただきます。八角そんなに匂わなかった。美味しい。うまっ。でもうまそう。うまい。すごいシンプル、美味しい。とりあえずこんな感じでゆっくり食べたいと思います。ということでお昼ご飯も食べたんで、ちょっと今から散歩しましょう。ちょっと川を越えて滝の方に近づいてみましょう。これすごいな。
めちゃくちゃ楽しいですよ、ここ歩くの。ぜひ興味のある人は来た方がいいです。国内ツアーで来られてる中国人の人たちもいますね。うわー、味わい深いっすね、ここ。すげえ。マッサージ屋みたいなのいっぱいあるな。やってみるか。マッサージを受けたい欲が強すぎて。外国人が京都とかね、高山とか来て感動してるのと多分同じ感覚ですよ。こうなんか普段見ないこういう世界見ると楽しいわ。このなんかよもぎの草餅みたいなのめっちゃうまそう。マジうまそうなんでこの草餅買ってみようかな。今出来たての草餅買いました。熱々です。持てないぐらい熱々です。それじゃあいただきます。中になんか落花生のなんだろうこれ、あんこというかつぶつぶが入ってますね。ペースト状になったやつがめちゃうまい。匂いは普通によもぎ餅の匂いですね。よもぎじゃないかもしれないけどうまい。1個3元でした。美味しい。ここもマッサージ屋さんだ。素晴らしいですね。街並みが空いてるのがいい。張家界でも感じましたけど、この土屋族の人たちで合ってると思うんですけど、めっちゃ優しい、フレンドリーだし愛想いいですよ。で丁寧ですね。あとうるさくないです。すごい好感持ってます私。来てよかった。ここもマッサージだ。マッサージいっぱいあるわ。そればっか話しちゃって申し訳ないけど嬉しいわ。多分これがね、反対側のホテルから見た反対側の川沿いのレストランですね。昼間からトランプを楽しそうにやってる地元の人たち。平和ですね。麻雀とかじゃなくてトランプなんだ。No thank you。結構長いですよ、この旧市街みたいな。もうかれこれ今20分ぐらい歩いてます。ずっとこんな感じでお店がいっぱいありますね。階段も多いんで結構疲れますね。ということでメインの滝のとこに来ました。まあまあ歩きました。なんか距離はそんななさそうなんだけどね、入り組んでるから多分この奥から綺麗に滝が見える場所があるんですよ。今日の夜はちょっとなんかもっと夜景っぽくなってる時にまた街を見ましょう。ここで、チケットとパスポートのチェックがあります。それでこちらですね。めっちゃ綺麗だ。あそこなんですよね、俺が泊まってるの。これだから結構近いですね。水も思ったより汚くないですね。とりあえず滝の下をこう通って反対側に行けるみたいなんで、それ行ってきましょうか。こんな体験はあんまりできないっすよね。すげえ、滝の裏側だ。
これ濡れるな、すごいな。水しぶきがやばい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 。おー、すげえすげえすげえすごい、こんな感じだ。がっつりですね。いやー、なかなか面白いね。かなり貴重な体験ができて素晴らしい。すごい洞窟みたいになってるわ。これトゥチャ族の先祖ですかね。先祖って書いてあるでとりあえず滝はこんな感じでした。いや、いいですよ、これおすすめ。帰りのこの階段やばいな、めちゃくちゃきつい。それではだいぶ戻ってきました。ちょうど見えてるこれが私の今泊まってるホテルなんで、一旦ちょっと戻ろうかな。で、カフェとかこの滝の周りのお店は夜に行きましょう。今からちょっと休憩したいと思います。この先にあったマッサージ屋、足のマッサージ屋さん行きますか。ということで今入りましたお店に。足の、裏足つぼマッサージが1時間で88元です。なんで2000円ぐらい、はい、やります。他にもね、耳かきとかいろいろあります。肩とか、足を洗うだけっていうのもあって、それだとここ見えないかな、はい、20元でその横ですね、右側にあるちょっと読めないんですが、あれが足裏マッサージが88元ですね。お客さんいないんで貸し切りなんですけど、すごい店員さんは親切です。お客さんいないからなんかすごい薬草のお湯みたいのに足をつけています。めっちゃ気持ちいい。ということでめちゃめちゃ気持ちよかったです。終わったんですけど、この足湯に使って休憩していいよっていうことで、なんか他の人たちも、今いないんですけど、見てるとひたすら足湯に入ってるで時間を過ごしてる人も中国人の人たちやってますね。今それを聞かれましたんで、なんかお湯をもう一回入れてくれるそうです。ということでマッサージめっちゃ気持ちよかった。で今も部屋に戻ってきたんですけど、さっきあまりにも美味しかったんで、このよもぎ餅また買ってきましたこれめっちゃうまいわ。いただきます。のどかで癒されますね。なんか温泉地に来てるみたいな感じしますね。温泉はないんですけど、とりあえず夜になるまでゆっくりここで、休んで、過ごしたいと思います。またね、夜になったら出かけましょう。それではいい感じに暗くなってきたんで、今から夜景を楽しみに、そして晩ご飯も食べにまた歩きに行きましょう。日が暮れるだけで、夜になるだけで雰囲気がガラッと変わりますね。あとめちゃくちゃ寒くなりました。超寒いです。びっくりするぐらい寒い。もっと暗くなったら綺麗だと思います。この段階でも結構綺麗ですね。夜の9分に近い、それよりも華やかで規模が大きいみたいな感じですかね。落ちないように気をつけながら歩きます。雰囲気最高。この滝が見える席取れるかな、お店の。そこでご飯食べて暗くなるの待ちましょうか。はい、ベストポジションのそれっぽい、ちょっと寒いんですけど場所を確保しました。これすごいね。これ見ながら飯食います。これすごくないですか最高ですね。いや、よかったわ。タイミングよくバッチリ。どんどんお客さん来始めて混み始めました。俺の目の前にちびっこファミリーが来ました。でもここから見えるからいいでしょう。すごい
これもっと暗くなったらすごい綺麗ですよ。いやー、素晴らしい席を取れた。まあ平日だからね、混んでないしっていうのですんなり取れたんですけど、このこたつみたいななんかストーブ入ってて超あったかい。で今食事を頼みまして、麻婆豆腐とチンジャオロースがあったんで、これなら間違いないと思ったんで、はい、それ頼みました。あとご飯ですね。でこの景色を見ながら、ちょっと上半身は寒いんですけど食べたいと思います。今お店の人から説明がありました。これ3軒かかるらしいです。さっきのお店はかからなかったけどね、まあ、ここ場所がいいからそういうのでちょっと追加料金がかかるみたいですね。この器と箸とティッシュ使うので3軒、まあ大した金額じゃないです。はい。あ、なんか濡れてんな。一応念のためアルコールシートは持ってきてるんでやっときますか。なんか汚かったな。頼んだ麻婆豆腐とチンジャオロースがもう来ました。なんか丼サイズで超でかいんですけど、値段はねまあ、そんなに安くないと思う。1品800円900円ぐらいします。はい。ちょっとまだお茶すら飲んでないんで、提供速度が速すぎだな。あ、お茶じゃなかったお湯ですねこれ。ライスこれ量がやばいよね。すごい雑だけど、まあ景色を楽しむために来たんでね。はい。あ、でも麻婆豆腐はちょっと食べたかったな。チンジャオロースうまそう。普通のチンジャオロースだ。ピーマンとネギと豚肉、タケノコとかは入ってないです。うまっ。じゃあ麻婆豆腐ご飯にのせて、辛いかな。いただきます。めっちゃ辛いわ。でもうまい。ちょっとこの人が邪魔なんですけど、まあ、この景色見ながら食べれます。割り込んできますね、食べないお客さんとか。これはちょっとやめさせてほしいなとは思いますけど、まさかこんな景色を見ながらチンジャオロースと麻婆豆腐を食べるとは思わなかったな。なんかもうちょっとおしゃれなカフェ、まあ、探せばあるとは思うんですけど、お酒とか飲みながらでも多分いいと思います。はい、目の前の子供がめっちゃ俺を見て笑ってますすごい、ほとんど残して嵐のようにファミリーは帰ってきました。やっぱ量多いっていうのもあるね。俺も全部食べきれないですけど、こうやっぱ骨とかこう机の上にばらまいていくんですよね。こうばらまくっていうか置いていくんですよね。これ中国スタイルですよね。もう完全に日が落ちましたね。もう真っ暗になりました。やっぱ真っ暗になると違いますね。より一層このオレンジの色が強く出ます。であと旅館とかレストランとかについてる提灯みたいなオレンジ色のあれも全部統一してあるから綺麗に見えますね。これは目に焼き付けておきましょう。それではお店を出ました。全然雰囲気が昼間と違う。すごいおしゃれです。味わい深いですね。適当に散歩します。ホテルの目の前の広場ですけど、なんかすごいことになってます
昼間に通った橋ですけど、ここもすごいね。ここからの景色めっちゃ綺麗ですね。滝は見えないんですけど、ここで写真撮ってる人が一番多いですね。ここも写真撮影の人とライブ配信の人とカラオケ大会の人とでごちゃごちゃになってます。やっぱり全然昼間より夜の方が人多いですね。どっからみんな来てんだろう。人だらけだ。昼間に来た広場ですね。すごいショーをやってます。とりあえずこんな感じの夜の不要地でした。はい、ホテルに戻ります。ということで部屋に戻ってきましたけど、この部屋から見れるこの夜景めちゃくちゃいいですね。まあさっきのレストランからも良かったんですけど、ここでゆっくりねダラダラしながら雰囲気を味わうのも最高に面白いなと思います。はい、このホテルを選んで良かったです。はい、当たりですね。ということで今日はこんな感じでですね、張家界市に来たついでにというか、まあ近いのでね、一日だけこちらの不要鎮という場所に、来ました。まあこんな感じですね。皆さんにお見せした通りですね、古い町並みが残ってて、トゥチャ族とかミャオ族かな、まあいわゆる漢民族以外の少数民族の、文化がね残ってて形成されてる町の様子をまあ短かったかもしれませんがお見せいたしました。まあ自分も来てみたいなと思ってましたし、こういった感じで残ってるところがねまだまだ中国にはまあ少ないんですけどあるとは思うんでね、はい、その中の一つを今回、まあ、見ることができて満足いたしました。それではおやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。今からね朝ごはんをちょっと食べようと思うんですが、食事はついておりません。そういうレストランとかないんで近くで勝手に食べてみたいな感じなんですよね。昨日の夜は相当人がここ歩いてました。賑やかでした。いいね。今この朝の時間も空気が澄んでて気持ちいいです。まあ朝からねやってるお店も結構あるっちゃあるんですが、まあ閉まってるところも多いです。で昨日の昼食べたここのお店で食べようも隣だし。朝ごはんをこのニューローメンにしました。おばちゃんが作ってくれます。寒い。それでは昨日食べたトゥチャ族のレストランと全く同じとこですけど、まあ、朝からやってるんでこの麺を頼みました。これ18元でした。400円ぐらい。肉とかも入ってますけどすごい量です。はい、美味しそう。それじゃあいただきます。美味しい。さっぱりしてる。すごいうまそう。細麺だ。すげえニンニクの匂い。朝からだいぶみんなこういうの食べるんですもんね。朝からこっちの人たちってラーメンとかおかゆとかにこの目玉焼きを乗せてるんですよね。これもなんか入ってましたとか、まあ取られてると思うけど、お金は3元かなんかでトッピングだと思うんですけど、みんなこれ入れてますよね。食後のコーヒーが飲みたいんでここでコーヒー飲みましょう。売ってますね。いくらかわかんないけどむちゃくちゃ味わい深いコーヒー屋さんコーヒー屋さんじゃないのかな、お茶屋さんだなこれ多分。すごいなんか炭火のいい匂いというかね、暖炉があるのすごいよね。暖炉じゃないわ、いろりか。それで今コーヒーもらいました。なんかちゃんとね豆ひいてエスプレッソマシンで入れてましたよ。はい。で
ちょっとこの不用賃で私がハマってしまったこの草まんじゅうというかよもぎ餅、これマジうまいっす。ということで今ホテルの方に送ってもらいました、駅まで。はい、いや非常に助かります。とりあえず1泊というね、短い期間ではありましたけども、こちらの湖南省の不用賃、ちょっとね張家界から足を伸ばして、来てみましたが、かなり良かったです。皆さんに非常におすすめですね。なかなかね日本人の方が来るような、場所じゃないような気がしますけども、大体日本人の人、上海、北京、広州、深センね、そこぐらいでしょう、行くのが。こういった穴場みたいな場所でもかなりね発展してて、見どころも多くて、逆に穴場の方が自分は面白いなと思ってるんでね、こういったところも引き続き取り上げていければなと思っております。それで今回の動画一旦ここで終わります。不用賃滞在編でお届けしましたけど、次回は不用賃から一度張家界に戻りまして、そこから飛行機で上海を経由して日本に戻っていくので、その流れをね、全部一本でまとめてお届けしようと思っておりますので、引き続き見ていただければと思います。皆さんよろしければ、感想をですねコメント欄に書いていただいて、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。不用賃めちゃくちゃいい場所でした。はい、以上です。一旦終わります。ご視聴ありがとうございました。